さて、自然環境構築とパズルを融合した作品が家庭用版各種にも登場とのことで、このゲームは買いなのか、今回はプリザーブ自然の守護者の紹介を行います。こちら六角形のマス目に手持ちのカードを指定することで環境が作られ、その内容に応じ高得点を目指す生態系作成パズルです。見た目の色合いや BGM が癒し系であり、リラックスしてパズルを楽しめるというのが一つの売りです。設定からは画面内の光源や鮮やかさ、ビネット効果といったエフェクトを自分で好きなものに調整できます。昼や夜の概念も加えられ、遊んでいる最中、暗くなったり明るくなったりもします。視覚と聴覚でも楽しめるゲームともなっています。そして肝心のゲーム部分ですが、うまくルールが成立した新たなパズルになっています。パズルは新規で作成しようとするとすごく難しく、何か矛盾や抜け穴が見つかると、その時点でゲームが成立しなくなります。しかし、この作品はそれを成し得ています。ルールは単純明快で、それでも考えようとすると、多大に頭を使える内容です。まず用意された土地があります。そこにこちらの手持ちのカードから地面に雨を降らせ、植物を植え、動物を住まわせます。これだけです。どのようにそれぞれを配置するかにより点数が変化し、得点が増えるほど新たな土地の拡張が可能です。例えば12マス隣接して同じ植物を生やすと、最大3体の動物を配置でき、すべて異なる動物を住まわせると高得点です。ここで土地のマス目は限られているため、どこにどの植物を植えるかが重要です。12マス以上にも隣接して植えられますが、そこに配置できる動物は3体以上は増えません。ということから、なるべく異なる植物を植えた方が、より得点は高まります。それと生態系を活かした作りとして高さの概念があります。高い場所、あるいは低い場所でないと植えることができない植物や住むことができない動物が存在します。せっかく12マスの植物を植えたとしても住めない動物が出てきます。対応する動物カードを持っている必要があります。他には雨を降らせる代わりに川を流せます。川の源泉は高い場所に作る必要があります。また雨がない海マップもあります。海は土地を盛り上げたり酸素を供給するというシステムが別途あります。マップごとに異なる仕組みを採用しています。といった具合に、まずパズルのルールがしっかりと練られたものになっており、そこにこのゲームのもう一つの売りである自然環境構築が見事に融合した作品となっております。言い換えればこの自然環境構築部分は別の何かにそのまま置き換えることはできるかもしれません。しかしこの作品は自然環境をテーマとして選び、BGM やビジュアル面を付加価値として新たなパズルゲームとして誕生させたわけです。クリアだけならば簡単でとてもカジュアルに遊べます。Steam ページでも歌っている通り BGM の音量を上げ、ゆったりとリラックスしながら遊ぶのが最適だと感じます。一手間違えても一回戻れるので、まずは試しにカードを使ってみるというのをどんどん行うと良いです。なるべく頭は使わずに遊べます。そしてもちろんガチでも遊べます。1ステージごとに3段階の目標があり、一番下の目標を達成したら次のステージに行きますが、それ以上の点数はやり込みたい人向けです。ここでレビューを見ると、ランダム性をマイナス評価にしている人もいます。配られるカードや地面の構造はランダムであり、運が悪いといくら最前提を打とうと、どこかで終わってしまうというものです。しかしランダム性があるゲームは不思議のダンジョンのようなローグライクと同じく毎回最善を尽くすことを楽しむゲームだと感じます。手持ちの手札内でなるべくより良い一手を指すことに楽しみを覚えるというものです。志半ばで終わってしまってもそれは全力を振り絞った結果でもあり、糧としてまた次につなげられます。ここに満足感を得られるようになると楽しめるゲームの幅が増えます。せっかく時間を使って遊ぶのですから楽しんだ方が得です。そんなプリザーブ自然の守護者ですが、正式版に伴い要素が追加され、家庭用版各種に発売されます。正式版発売日は2025年5月15日で、定価は1900円です。Steam では 93% に非常に好評、330件ほどのため、パズルが好きな人がレビューしているということから、とても高評価であることがわかります。この手の作品が好きな方、あるいは新たなパズルゲームを求めている方は、チェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。プリザーブ。まずはチュートリアル。
さあ、癒し系建築パズルとのことですが、どんな内容なんでしょうね。簡単な練習。WSD もしくはクリック&ドラッグ。これでカメラ操作が。で、QE かもしくはマウスのライトクリックでカメラ回転。あと拡大縮小。あなたが自由に使えるカードの枚数3枚。3枚使える。荒れ地には木は植えられない。まずは雨のカードを選択して、雨を降らせる。選択した後、荒れ地ね。この3つでいいのかな？さあクリックして、雨は降ってますね。緑になった。それにより調和ポイントを獲得。ここにカウントされると。調和ポイントが19になるまで増やしましょうとのことですが、マイルストーンに到達するとマップを拡張できる。そして新しいカードが手に入る。マイルストーンって次は木を植える。はい。ここに3つ。木が生えましたね。隣接する3枚のタイルにこの木が3つ配置されるたびに生息地ができます。生息地。生息地ができるとタイル1枚につきプラス1調和ポイント。大きさに応じて一定数の動物を生息させることができる。まだちょっとわからない点もありますけどね。どんどん進みましょうか。とりあえず。このアイコンは生息可能な高さ。地面には確かに高さがありますね。木は低地や高地にも配置できる。イノシシは森かこれに配置できる。茂みかな。イノシシ。じゃあ森に。真ん中に配置してみた。動物は10ポイントであると。さらに一つの生息地に同じ種類の動物3体で30ポイント。違う動物3体で60ポイント。揃えない方がいいんだ。これで19に到達したので、マップが拡張できる。これかな？マップを拡張してください。好きな場所に拡張できるんだ。しかも回転もできますね。イノシシが暮らしてますね。どこでもいいか。とりあえずこうかな。さあどうなる？ゲーム中これをいつでも押して、スコア、表示非表示。これで何をすれば得点になるみたいな。見れるんだ。シャッフル。カードをシャッフルできる。シャッフルしてみよう。なんだ？シャッフルすんじゃなくて購入が出ましたね。これを買って交換するみたいな形かな。2つね。もしくは植物とか買える。環境ですね。代わりに失うのは3つである。これでゲームをプレイする準備は整いました。今後は新しいカードも登場すると。このまま続けても良いと。最後に旗のボタンを使用すれば終了する。楽しんでください。右下これか。よし。とりあえず続けてみましょうか。まずはイノシシのカードがね、2枚あるから。ここに配置すればいいんじゃないの？なんか赤くなっていて配置できないんだけど。どうして？雨も2種類ありますね。小雨に大雨。これは7タイル。とりあえず緑を作りゃいいんだよね。ここに雨を降らす。そして7タイル。こんな感じかな。で、木を生やすんだ。とりあえず軽快に植えてみよう、木を。1、2、3。1、2、3。これでイノシシを。ここにも杖ができますね。とりあえず隣接して。配置しようと思ったけど、配置できないな。この9っていう数字はなんだ？イノシシ1体。9ね。木が完全なくなったね。緑にもなんか違いがあるんだよね。色に。これで、さらにイノシシ。同じ種類3体。マイルストーンは到達してないが、なんか地形が増やしそうだね。なぜか。拡張しろと言われてる。というわけで拡張しよう。ちょっと向きがどれがいいかわかりませんね、現状は。とりあえずこれでいいかな。とりあえず雨を降らして、次は稲かな。とりあえず3つを揃えりゃいいんだよね。こんな感じで。さらに増やしてもいいのか？ 6 マス。鹿をじゃあここに配置していきましょう。同じ種類3体。3つで1つですね。今んとこ。それは分かった。で、最大12までなのかな？拡張はね。だからそれ以上増やしてしまっても良くないって話か、これは。ここまでかな。なんか理解できましたね。なんとなくですけれど。これで次に活かせると見たよ。というわけで、初めのステージはこれ。クリエイティブは自在に作れるんでしょうね。綺麗な環境、制限なしで。ウィークリーチャレンジ。こなすことで実績とかもらえるのかな。クラシックにランキング？さらにパズルモード。
クラシックがオーソドックスなモードなのかな。今チュートリアルやったようなね。これが条件か。さっきの得点の。これらが登場しますよという表示ですね。拡張6ってなんだ？奇跡×。なんかランダムで発生するのかな。まあ、とりあえずやってみましょうか。大陸バイオーム。土に雨で草を広げられる。山には水はまけませんと。山はこの灰色かな？環境は特定の高さでしか配置できない。高さは3種類ありますと。なんか空もあるんですかね。環境には。同じ環境3つで生息地ですね。はじめ雨ですね。5ポイント入手できるから。拡張は必ずできるんだ。まずはここに3マス。とこの2マス。これどうだ？ここで拡張しよう。これが良いと見たね。で、動物が来ましたが、これ山に住める。ここ3マス行きましょうか、まずは。山用のカードは、石かな、まずは。石を3つ。これ何？削除する。いらないものを消せるんだ。あ、そう、さっきシャッフル使いませんでしたね。忘れていたな、この存在を。まだ手詰まりじゃなかった可能性ありましたね。まあいいや。それヤギを1匹。メイト。現在の情報を見るには何キーだ？ビジュアルエフェクト。お、コントラスト上げられる。あ、ちょっと上げた方がいいかな。動画的に。サイド下げるか。微量。ビネット。おー、いいね。エフェクト追加していこう。色相シフト。温度。暖かさ。ちょっと暖かく。視野角も増やせるよ。ゲーム速度。時刻ってあるんだけど。このゲームは時間あんま関係ないと思うけど、景観がね、どんどん過ぎ去っていくんですね。昼夜サイクルオン。これで夜になるの。見た目変えられるのはいいですね。あ、これで見れる情報が。1、2、3、4、5、6、7、8、9。12マスで8、3体。そういうことか。9マスじゃないんだ。じゃあまだまだ必要なんだね。理解した。で、これ12以上になった時が、ちょっとまだ確認してませんでしたね。別扱いになるかどうか隣接して。これが気になる。一回お試しで1マスちょっと犠牲にしてやってみようかな。お試しでね。とりあえずここに。いいね。よっ。やっぱ結合扱いだね。うん。話す必要ある。これは考える必要ありますね。池ができた。これを伸ばせばいいの？下に。うん。伸ばしていくことで周りが潤っていきます。そういうことだね。あれ？岩は、これ雨降らせなくてもよかった、実は。今気づいたけど。なんてことだ。そうだったのか。もうダメだ。終わる。終わってしまうんだ。いいねよ、拡張。ダメだ。ゲームオーバーだ。終了。あれ？自然の多様性が守られた。とりあえずこれを達成したから、まあ OK なんだこれ。一つ目をね、達成できたらクリア扱い。なんだね。うん。取り消すあった。取り消すコマンド。戻るここであったよ。なるほど。こんなゲーム性なんだね。これはじっくり遊べますね、確かに。次はサバンナに海洋がある。で、今クリアしたけれど、次はこれいけるんだ。またちょっと変わるんですかね。で、パズルは予想では詰将棋的な感じになってんじゃないかな。海洋バイオーム。雨は降らない。高さを上げられると。高さ3種類。酸化が必要になる場合がある。雨を降らせるみたいな形か、これは。まあ、始めてみよう。深くは考えずにね。現状どういう状況なのこれ。高さを上げる ?7 枚の。上げてどうするんだ。でも上げざるを得ない。うら上げてみた。おー、すっげえ増えた、一気に。これあれだよね。押し上げちゃったら、下げることはできないんだよね。それは注意が必要ですね。10箇所の生息地で違う種類の動物を3体配置を達成することで、なんか特別なカードがもらえる。それにより、自然の奇跡ショップがアンロックされる。これで、達成きたー！やったー！奇跡のカード、アンロックする。どうすればいいの？さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。